皆さんこんにちは。本日は非正規労働で困っている女性の記事を受けて皆さんがどう思っているのか見てみたいと思っている。今、日本の雇用労働者の4割を占めるパートや派遣などの非正規雇用、不安定な働き方や低賃金は貧困につながる場合がある一方、正社員以外の多様な働き方を必要とする人もいる。その仕事や暮らしからは、社会が抱える様々な問題が浮かび上がる。さあ皆さんどう思っている？あなたも良ければコメントください。チャンネル登録も励みになるのでお願いします。自分も氷河期の寒風に社会の底辺に叩き落とされたのでわかる部分は多い。自分はたまたま天から雲の糸がしだれてきてうまくつかめたから助かった。努力してもほぼ報われない世界なので努力し続けることが難しくなってくる。でも雲の糸がしだれてきた時に、ずっと正社員だった人たち以上のパフォーマンスを見せないとまた底辺に落ちてしまう。落ち込んだが最後、一生雲の糸がしだれてこない人が大半だと思う。しだれてきてもつかめるとは限らない。本当に苦しい世界だ。自分ももう一度落ちるとほぼ戻ってくれない確信がある。同じような境遇だったものとしては一人でも多く助かってほしいと思う。でもそこにいた立場からすればほとんど助からないのもわかっている。親戚の子もこの年代です。高卒時がちょうどバブルの最後あたりで、ビジネス系のコースを選んでいたこともあり、当時学校には結構名の知れた企業から求人が来ていたようで、夢を追いかけて大学へ進学したことを少し後悔していました。そりゃ、バブルが崩壊していきなり氷河期がやってきて求人が減るなんて思ってませんよね。予想通り、大卒時には就職先は決まらず、本人はアルバイトしながらでも希望する仕事を追いかけたかったみたいですが、結局周りから勧められて翌年公務員試験を受け、なんとか引っかかった自治体に就職したんだとか、寂しい話だけど、就職氷河期の話を聞くたび、夢を追わず現実を選んでよかった例なんじゃないかと思う。同世代です。新卒で失敗すると取り戻しができないってことを、就職後だいぶ経ってから知ることになります。非正規雇用でも、次につながる仕事をしていかないと、定職もままならない。私は大学3年の秋冬から200社以上にエントリーはがきを郵送し、30人以上に OB 訪問し、合同セミナーも何十回も参加し、それでも面接にたどり着けたのは50社に満たなかったと思います。いざ面接にたどり着いても、圧迫面接でかなり心が痛めつけられました。けど、そこで内定をもらった会社に今も勤めていて、結婚し自宅も購入し、なんとか生活できています。ここ10年間で転職の声かけを何度かもらいましたが、安定に極度に敏感になっているため、このまま退職まで今の会社に勤めるんだろうなと思います。面白くない人生ですが、安定ではある生活に満足しなければと自分を言い聞かせています。同世代で看護師です。当時からただ大学出ただけではどうにもならないことはもう言われていました。なので専門を出て無事に病院に就職しましたが、1年で統廃合のためにリストラに遭いました。今別の世代に話しても驚かれます。そこから別の仕事をやったり派遣もして、今は10年以上同じ病院で働けているので安定しているし家庭もあります。資格があったからラッキーだったくらいしか差はない気がします。でも記事の人もこの年で実家に頼れて両親揃っていてという状況は、かなり恵まれていると思いました。頼りどころがなくなる上、家族もできると、衣食住自分で維持するために必死にならざるを得なくなりますよ。この人なりに必死なのかもしれないけど、中堅でオーバーワーク気味なんてどの仕事でもあるし、それでこの年で退職して正規目指せると思っているところが全てだと思います。同年代です。新世代は団塊世代で、私たちは第二次ベビーブームでずっと優遇がされない世代だと感じます。受験も就職も、今は何でも政府が子ども手当や何でも補助金を出すような時代ですが、結局この年代への支援策はほぼないに等しいです。先行きを考えるととても不安です。もともと正規雇用では給料が低く、派遣の仕事がとてもよく見えていた時代でもあります。年齢が上がれば非正規雇用でも見つけにくく、正規雇用の仕事は体力的にもきついものが多く、収入を上げるにもどうすればよいのかわからない人が多いのではないでしょうか。何においても狭間に挟まっている世代ですから、自己努力も必要だとは思いますが、人口も多い世代ですから、もう少し色々な支援があってしかるべきだと感じます。変な話。働き方の一つとして派遣でもいいんだけど、使い捨てにする分賃金を上げて、正社員雇用した方が会社にとって楽とするまでにしなきゃいけない。具体的には今の倍だろうな。事務派遣なら時給3200円から、エブ系なら5000円、エンジニアなら7000円からだと思う。正社員で雇えば年収450万だとしたら、派遣なら最低でも550万は楽に稼げるってしなきゃいけない。道具でも使い捨てアイテムは割高ですよね。私も同じ年です。
気持ちはわかりますが自分が変わらない限りどうにもならないと思います。勉強せずに遊んでばかりいた大学時代に資格試験を一生懸命勉強している同級生に差をつけられているのは仕方ないと自分を戒めています。人や時代のせいにしても何も変わらない。今からでも勉強するなりして自分を変えていくしか道はないと思って頑張っています。一緒に頑張っていきましょう。氷河期やゆとりを持ち出すと必ず現れる私はその世代だけど努力でカバーできたマンが多数登場する。それは事実だろうし、努力が足りなくて底辺から抜け出せなかった者がいることも事実だ。だがしかし、それとこれとは別問題である。実際、何千万人もいる十数年分の世代全体が政治経済の影響を過大なまでに受けて平均値として他の世代から大きくマイナスになっている項目が多すぎる。個人が努力しただけでは1学年に200万人いた中でなんとかなったパイが半分以下しかなかった。個人が努力しただけでは大半が何ともならなかったのが氷河期世代。6大学卒業して就職できなくて落ちぶれて自殺した人のニュースが連日流れたあの時代を地獄以外の何と呼べばよいのやら。これは明らかに個人の問題ではなくこの方と同世代ですが、就職氷河期というのが自分や周りの人には当てはまらなかったのでなかなかピンときませんでした。大学で医療福祉系の勉強をしてスキルを身につけないと現場で急には働けないと思って専門学校で医療系の資格を取ってから就職しました。周りも含めて特に問題なく就職先はありました。とはいえ基本的に医療福祉系はブラックな職場も多く、特に福祉系は正職員であっても低収入だし休みは少なくて不規則なので氷河期世代の人たちと待遇面はさほど変わらないかもしれません。自分で希望してその仕事に就いているからこういう方たちに比べて不満が少ないだけで、氷河期世代は就職の時もその後もなかなか狭き門から抜け出せない時代が続いていた実感があります。新卒絶対主義が今より根強く、新卒時に正社員就職を決められないとその後が圧倒的に厳しい状況でした。一時期 IT バブルにより景気が上向きましたがわずかな時間でバブル崩壊により第二次氷河期に突入。定職の有利な年齢の頃に長いデフレ不況が続いていました。世の中は実力主義なので自己責任の部分も 0% ではありませんが、あまりに厳しすぎた時代を全て自己責任として切り捨ててしまうのも政治のあり方としては乱暴な気がします。地方の中小の事業所などでは意外とバイトやパートや派遣で35年コツコツ働いたら正社員登用されたというケースはよくあった。それを目標にブラック環境でも頑張ったんです。ただそれもリーマンショックで終わりを告げた。過去はどうにもなりませんが、せめて老後だけでも手厚いケアが欲しいものです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。